ますよと。これもうちょいいきますよ。大きく振りましてフォーク曲げです。ありがとうございます。多分マジシャンの中で一番マジックが好きじゃないマジシャンですね、僕が。島崎翔、職業がマジシャンです。仕事場所は、メインとなるのが、いわゆる飲み屋、キャバクラとかラウンジとか、そうね、女の子が働いてる、そういうお店、ガールズバーとか、スナックとか、そういうとこが、メインですね。で、そこで繋がった、その、お客さんとか、お店のオーナーさんからお仕事いただいて、ホテルの宴会場とか、あとその企業様の、パーティーというかイベント、あと忘年会とかですかね。が、一番メインの仕事になります。お疲れ様です。性格ですか？ちょっとひねくれてるなみたいなとこはあったかもしれないですね。小学校とか中学校で、その生徒が先生に、この勉強って将来役に立つんですかみたいな質問する人っていたじゃないですか、絶対に。それを聞いた時に、もう僕も確かになと思って、なんでこんなことやってるんだろうなと思って。で、その質問を聞いた時に、将来役に立つんですかっていうのを考えた結果、あれ将来ってそもそもいずれ死ぬよなと思って。そしたら、この勉強意味ないとかいう、あれじゃなくて、この、なんていうんですか、この人生意味なくね、まで行っちゃったんですよね。このまま、この意味のない人生をただそういう縛られて、生きるよりは、自由に生きたいな、みたいな。子供の頃は俺がおかしいんだろうな、くらいに思ってましたかね。1万円でいい？ありがとうございます。ありがとうございます。自分でしたかったんですけど、中学校の頃からいろいろ考えたんですけど、当然のごとくただの何の才能もない中学生なんで、何にも思いつかないわけなんですよね。で、いろいろ調べたりしても別にやりたいこともないし、いろいろやってた時に、高校の時に友達がマジックしてて、それ見て、もう、これしかないわって思ったっすね。マジシャンならその自分でっていう仕事スタイルになるだろうし、あとわかんないですけど、成功者の人が、社長さんとかがマジック好きが多いっていう、これちょっと、なかなか、なんでかは結構わかりにくいんですけど、はい。なんで、仕事としては、めちゃめちゃいい商品。素晴らしい線ですか？これどこでも使えるやつですか？会社員っつったら何年何十年になるわけで、普通にサラリーマンやる方が怖いっていう感じですかね。そっちがいいというよりは、本当にしたくないなっていう、全然誇張表現とかじゃなく全然死んだ方がマシだなって思うレベルですかね。これっていくら払えば種明かしてくれるんですか？全然お気持ちいただければペラペラ単に言いますわ。はい。マジック終わった後にもしよかったら。飛び込みで店もあるんですけど、入れるのなんて別に何十件に1件とかなんで、まずそのお店に入れるっていうのが、まずもうわかんないんで、もうギャンブルですよね、そもそも。で、どんなお客さんに出会えるかってのもわかんないです。だから本当に、もう、めっちゃでっかい会社の会長さんがいるかもしれないし、それこそ芸能人の方がいるかもしれないし、っていうもう、もしこっちの店じゃなくてこっちのお店行ってたらみたいな状況が毎日なんで、そういった意味では本当に、めちゃめちゃギャンブルですかね。今26なんですけど、20、21、22は、もう、本当に毎日行ってました。日曜日は飲み屋さんやってないんで、もう月曜から土曜までもう毎日行ってましたね。いやー、多分失敗しまくってますね。もうトライアンドエラーの数がとんでもない量できたんで、多分そういう風に、当然、いろいろ怒られたりトラブルになったりとかもめちゃめちゃあったんで、そういうのをいろいろ経て考えて、
僕ぐらいだと思います、このやり方は。まあ、おすすめもしないですし、多分、できないんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、いろんなお客さんがいますよと。で、当然のごとく、マジックを見に来てるお客さんたちじゃないので、まあ、マジックに興味ない人の方が、まあ、9割、9.9割ぐらいなわけで、だいたいこういうもので、ちょっとマジック見てもらっていいですかって言ったら、まあ、ほぼまあ、もうそんなんいらんわ、みたいな。そんなしょうもないの、A でどっか行け、みたいな感じで断られて、例えば横のテーブルとかでめっちゃバーンって盛り上げるじゃないですか。そしたらちょっと気になるからお前来い、みたいな。で、ちょっとやれよ、みたいな。で、まあなんかこういう感じで、へえ、みたいな。で、だんだん、おー、すごいや、みたいな、こう、わかりますこの最初、もういらんわ、そんなもんってなってる人が、ひっくり返った瞬間、お前すごいな、みたいな、これすごいよ、みたいな。あれマジで気持ちいいっす。フィールとしてのイートリングっていう使い方が多いです、あれは昼間だとなんかウケる。酒飲み席だと微妙だわ。何流そうかな。まあ昔は、本当になんか夢を追ってやってたんですけど、誰にも縛られずに365日自由な時間を過ごせる。もうやりたい仕事をやって、やりたい時間にご飯食って、寝たい時に寝る、行きたいとこに行くみたいなのを誰にも指示されるに縛られないっていうのが目標でしたかね、漠然とした。まあその23ぐらいの時にその夢が、まあ、叶っちゃって。で、今はなんでやってるかって言われたら、仕事してない方がきついって感じですね、家でダラダラしてる方が仕事してるよりもしんどい。から、やってるっていうのが、めっちゃリアルな答えではありますかね。改めまして、マジさんの衝撃よろしくお願いします。ありがとうございます。そもそもなんか人生が下手で僕、まあ、趣味とかもないんで、なんか、そうですね、なんか、で、美味しいもん食べたいとかそういう欲もないんで、なんていうんですかね、まあ寝れないのもそうですし、あと、まあ乗り物乗るとかも嫌なんですよね、めっちゃ。てかなんか、苦手なことが多すぎて生きていく上で。なんか、まあそういうのがいろいろあるんで、まあまあまあ、そういうのをごまかすためにまあ仕事行ってるみたいな節はありますね。はい。営業力営業力とメンタルの部分じゃないですかね。それこそ夜のお店翔さん回ってらっしゃると思うんですけど、やっぱそういった扉を開けてマジシャンです、マジックやらせてくださいっていうのってなかなかハードル高いと思うんですよね。やりたくないことから逃げた結果ですかね。やりたいことをやる、好きなことで生きていくみたいなのあったじゃないですか。じゃなくて、やりたくないことをやらないためにですかね。一言で言うなら。お金使わないですね。本当にちょっとギャンブルするくらいです、マジで。それ以外は何にも。もう飽きちゃったっすかね。一通り遊んだんで、それも。なんすかね。これやってる時幸せやな、みたいなのはもうないっすね、なんか。ここ数年。僕今まで6年7年全国回ってもう多分50
回ぐらいその日に会ったその社長さんとかそういう人の家に泊まったことあるんですよ。で今日の夜なんかどっか仕事先決まってないならどっか店紹介してあげるよみたいな。でそのまま紹介してもらえたりで今日ねお世話になった社長さんみたいにその街のいろんなお店でバーって紹介してくれたり、本当はなんていうんですか、自分自身がなんか何者かになって自分の力でこうなんか成り上がりたかったんですけど、結局蓋開けてみたらなんか全部本当に人様のおかげやなってなって、まあありがたい、めちゃめちゃありがたい話なんですけど、なんか俺何者でもないなってやっぱなっちゃうんですよねどうしようもう全部大人の言うことは間違ってた、俺が正しいみたいな、学校なんて無意味だみたいなとかもイケイケで思ってたんですけど、やっぱ大人になってなんていうんですか、それこそなんか自由になるのが夢だとか言ってたじゃないですか。なんか自由になったらこれ自由じゃないなってなったっていうか、学校みたいに月曜から金曜までわーって縛られてやっと来る土日があれこれ本当の自由なんだみたいなねってのに気づいたんですよ。本当になんか全ての自由を手に入れた時に。なんであれじゃあ学校行くの正解だったかもみたいな、普通に就職行く方がこれ幸せなんじゃないかみたいなってなっちゃったんで、なんか俺の判断本当に正しかったんかみたいな、大人になっちゃってでもそれしたくなくて死ぬ気でこの仕事ここまで来たんでその選択肢だけはもうないっすね。それが嫌でもう本当にこんなね、なんか危ない、かなり危ない橋渡って安定不安定とかそういう事件じゃなく、それはやっぱ自分を今までの全てを否定することになっちゃうんで、怖いですし生きてることも怖いです今。同じぐらい怖いです毎日が。